驚異の生命力。一爆転生。どうも活動時間の半分をナルトに捧げるバチです。今回は驚異の生命力を司る渦巻き一族ランキングをお届けします。ナルト原作で登場した渦巻き一族全11キャラをおさらいできるのはもちろん、作中の戦闘描写や公式ファンブックの極秘データを元にした渦巻き一族の強さを理解できますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。渦巻き一族とは火の国と友好関係にあった渦の国の渦潮隠れの一族で、千住一族とは桃園の関係にあたります。大筒木阿修羅の末裔が千住一族ですから、その桃園である渦巻き一族も大筒木の血が入っているということになりますね。そんな恵まれた血統を持つ渦巻き一族の特徴はやはり何といってもその赤い髪と驚異的な生命力。渦潮隠れの里は別名長寿の里とも呼ばれるほど生命力に長けています。髪の赤さと強さは比例関係にあるようで、2023年に公開された港外伝にてミトは、クシナに対し、私から見てもあなたは強い子、私より立派な赤い髪をしているもの、と発言しています。つまり髪が赤ければ赤いほど強い。もう少し具体的に言えば生命力が強いとも捉えられますね。また、渦潮隠れの里は封印術にも長けていて、クシナも金剛封鎖などの封印術を得意としています。前述の港外伝では渦巻き一族の封印術と言われているため、封印術に精通している点も渦巻き一族の特徴の一つでしょう。事実、港に八卦封印などの様々な封印術を授けたのはクシナです。作中で大活躍した四季封神も渦巻き一族由来のものである可能性が高く、第四次任海大戦で歴代火影を江戸転生した際は渦巻き一族の能面堂の面が必要でした。そのため港はクシナから四季封神を教わって得得した可能性があります。しかし戦乱の世、その強烈な封印術を恐れた他国の忍びにより、渦の国が滅びてしまいます。生き残った人物も各地に散り散りとなり、今や渦巻き一族はレアな一族となってしまいました。これだけ強力な生命力を持つ渦巻き一族ですら戦火に巻き込まれてしまったわけですから、当時がいかに険しい時代だったのかが読み取れますね。では早速、全11の渦巻き一族のキャラクターをランキング形式で紹介しますが、まずは番外編として2キャラ紹介します。1人目は渦巻きアシナ。渦巻きアシナは53巻クシナの回想に一コマだけ登場するキャラクターで、渦潮隠れの長です。公式ファンブック陣の書によると、木の葉の封印術の祖と呼ばれるほど封印術を使いこなすほどの実力者。また、アシナというネーミングはクシナと非常に似ていますよね。ちょっと考察してみますと、クシナの名前の由来が日本神話に登場するクシナダ姫だとすると、そのクシナダ姫の父はなんとアシナズチという名前。そうなんです。クシナとアシナの由来となっていそうなクシナダ姫とアシナズチが親子関係なんですよね。もしこのネーミングに意味があるのなら、クシナとアシナの血縁の可能性があるかもしれません。年齢的に父親はありえないと思うので、クシナの祖父もしくは曽祖父あたりなのかなと妄想しています。さてそんなアシナは、千住を束ねる柱間の隣にアシナが描かれていることから、おそらく相当な実力を持っていることは想像できますが、いかんせん描写や情報が少なくランキングとして順位付けするのが難しいので番外編として紹介させてもらいました。ちなみに作中では一コマしか登場していないにもかかわらず、世界人気投票では30位にランクインするという謎の現象が起こりました。それだけアシナの読み切りが期待されてるってことなんですかね。そして2人目はフソウ。フソウとは長門の回想で登場した長門の母で、伊勢は長門の父です。長門は渦巻き一族なので両親のどちらか、もしくは両方が渦巻き一族ということになりますが、アニメではフソウが赤髪だったことからフソウが渦巻き一族である可能性があるため、ここで紹介させてもらいます。フソウは医者である夫伊勢を支える専業主婦として活動していたようで、渦巻き一族ながら戦闘にはほとんど関わりがなかった模様です。二人は長門と共にかつての戦争にて、雨隠れの戦地へ赴き、傷ついた忍びの治療に携わっていたところ、敵の忍びと間違われてしまい、木の葉の忍びの手により命を落としてしまいました。この経験が長門に大きな心の傷を負わせてしまったことは疑いようもありません。フソウもアシナも同様、描写がほとんどなくランキングとして順位付けが難しいため、番外編で紹介させてもらいました。さてではここから渦巻き一族強さランキングに参りましょう。渦巻き一族ランキング最下位の9位は渦巻きボルト。渦巻きナルトと日向ひなたの長男ボルト。ナルトの続編ボルトを考慮すれば間違いなく順位は上がりますが、ナルトの時点でボルトはアカデミーの生徒だったため今回のランキングでは最下位となりました。ボルトはどえらい血筋を受け継いでいるためそのポテンシャルは作中随一。その家系図を軽くおさらいしてみると、まず父渦巻きナルトは7代目火影に就任し、全美獣の力を駆使する歴代最強の
火影。母日向ひなたは大筒木一族の血を受け継ぐ、木の葉にて最強の日向一族宗家の長女です。そして父方の祖父、波風湊はおそらく血統がないにもかかわらず、23歳という若さで4代目火影に就任した突然変異型の天才。父方の祖母、渦巻櫛名は、水戸からもお墨付きの赤い髪の持ち主で、これまた鞍馬の陣中力です。そして母方の祖母は不明ですが、祖父は日向東。東は日向一族宗家当主であり、十尾の攻撃を軽く弾き返すほどのとんでもない戦闘力の持ち主。ボルトはこれだけの優秀な血が少しずつブレンドされたサラブレッドなわけですが、話はここで終わりません。さらに家系図を遡ってみると、そもそも渦巻一族は大筒木一族の遠縁であり、かつナルトは大筒木阿修羅の転生者です。そして日向一族はチャクラの祖大筒木かぐやの息子大筒木羽村の末裔。さらに阿修羅というのはかぐやのもう一人の息子、陸道仙人大筒木羽衣の息子ですから、ボルトは羽衣系の血と羽村系の血の両方を持ち合わせているんですよね。いやもうほぼかぐややん。もちろん羽衣系の血で言えばインドラの末裔内葉一族の血が足りないので完璧なかぐやとまではいきませんが、渦巻と日向の血が入っている時点で間違いなく作中屈指の血統を受け継いでいるキャラクターです。これだけ恵まれているわけですから、続編ボルトで猛威を振るうのは間違いないでしょうが、ナルトの時点だとアカデミー生でしかないので今回はボルトが9位となりました。渦巻一族ランキング8位は渦巻ひまわり。ひまわりはナルトとヒナタの第二子で9位ボルトの妹です。ボルト同様恵まれすぎた血統の持ち主ですが、ボルトよりもヒューガの血を色濃く受け継いでいるようですね。さてそんなひまわりはナルトの時点だとアカデミーすら入学しておらず、忍びとしての道を歩み始めてもいないでしょう。ではなぜボルトよりも上位なのか。それは外伝にてすでに潜在能力の高さが提示されているからですね。2015年に公開されたボルト・ナルト・ザ・ムービー、その入場者特典として配布された秘伝財の書にて描かれた外伝では、ひまわりがなんとすでに白眼を開眼している様子が描かれました。さらに極めつけは、あのナルトの天血をぶち抜き、なんと戦闘不能にさせたんですよね。あのナルトですよ。陸道マダラ大月かぐやと戦った7代目火影のナルトが、ひまわりの一撃で戦闘不能になったんですよ。ポテンシャルやばすぎません？もちろん怒りがトリガーとなっていてコントロールはできていませんでしたが、ナルトの時点でも恵まれた戦闘力を見せつけたため、ボルトよりも上位に置きました。渦巻一族ランキング7位は直樹。直樹は初代火影千住柱間の孫で5代目火影綱手の弟です。作中で渦巻一族とは明かされていないものの、おそらく柱間の妻渦巻水戸の孫でもあるはずなので、ここでは渦巻一族の一員としてカウントをします。直樹は綱手の階層にてこの葉隠れの里の下人で可愛らしい少年として描かれていました。その容姿はナルトとよく似ていて、ツンツンとした髪型と無邪気な笑顔。そして祖父柱間への憧れからまだまだ未熟ながら火影になるという大志を抱いていたことから、綱手は直樹とナルトを重ねていましたね。しかし直樹の能力は一切明かされることはありませんでした。ではなぜボルトとひまわりよりも上位の7位なのか。理由は直樹はすでに下人として活動しており、忍者として認められていたからです。実際第二次任界大戦でもどうやら戦線に立っていたようで、一定の戦力としてカウントされていることがわかります。ただこれは直樹の戦闘力というよりも戦時中という特殊な状況が影響しているとは思いますが、すでに下人であること、木の葉でも有数の血筋を持っていることを踏まえて、直樹をボルトひまわりの上位の7位に置きました。直樹は12歳という若さでこの世を去ってしまいましたが、血統が重視されるナルトの世界で千手と渦巻きの血を持つキャラが弱いわけがありません。その後姉が火影になっていることから直樹も優秀な忍びとして成長していたことでしょう。もしかしたら直樹が5代目火影だった世界線もあったかもしれませんね。渦巻一族ランキング6位はカリン。オロチマルの南アジトの管理者として登場したカリンは、赤い瞳に縁のあるメガネ、そして渦巻一族の特徴である赤い髪が特徴的。基本的に乱暴な性格で口よりも先に手が出るタイプ。しかしかつての中忍試験で命を救ってくれたサスケには恋愛感情を抱いており、サスケの話になると尻滅裂な発言をしたり、サスケと二人きりになると目に見えてデレデレしたりと典型的なツンデレキャラクターです。そんなカリンはその出自については全くわからなかったものの、61巻イタチサスケ VS カブト戦にて、カブトの口からカリンが渦巻一族であることが明かされました。さらに公式ファンブック社の書にて、かつて戦火に消えた村の唯一の生き残りであることが判明。アニメオリジナルではカリンの過去が描かれていましたが、原作でもおそらく村が消えた出来事がきっかけで両親を亡くし、その後は一時草隠れの里に引き取られ、そこで下人として活動。その後その能力を欲したオロチマルに目をつけられ、音隠れへみたいな流れなのでしょう。そしてサスケがオロチマルを倒し蛇を結成する際、
際その能力を買われ、見事意中のサスケからスカウトされることに成功。その後サスケの目的を叶えるべく、サスケの隣に居続けるべく、ヘビタカとして行動を共にしますが、サスケ VS 断蔵戦にて一度サスケに裏切られてしまいます。しかしやはりその思いを捨てきれず、第4次臨界大戦にて、サスケがマダラの手による瀕死の重傷を負った際、サスケを助けるべくクシナが使用した鎖を使用する封印術、金剛封鎖を覚醒させました。さてでは、オロチマルの目をつけたカリンの能力とは、感知力と他者を回復させる能力などのサポート性能ですね。半径数十キロの超広範囲を感知できる秘伝忍術、神楽心眼や、他者に自分の腕を噛ませることでチャクラを明け渡し、噛んだものを回復させるという特殊な能力も持っています。感知タイプとしてはめちゃくちゃ優秀で、ヘビがナルトたちの追跡から逃れられたのは間違いなくカリンのおかげでしょう。こんな感じでカリンはサポート要員としてめちゃくちゃ優秀なキャラなので、戦闘力が強みではありません。とはいえ終盤で金剛封鎖を覚醒させたことから、一定の戦闘力も獲得しましたが、渦巻き一族の強さランキングだと、下人のナーキよりも一つ上の6位に落ち着くかなと。また視聴者さんからもコメントをいただきましたが、カリンはなぜあのタイミングで金剛封鎖を覚醒させたんでしょう。気になったので色々と調べてみると、公式ファンブック陣の書には、サスケに捨てられ囚われの身となってなお、彼を許し一途に守り抜こうと決めたとき、渦巻き一族の才が解き放たれた。愛する者の危機を前にして秘めたる力を解き放つ。と記載がありました。つまり金剛封鎖は渦巻き一族全員に、もしくは一部の者にもともと備わっており、ある条件を満たすことで覚醒する能力であると。ある条件とは、大切なものを守るとき。ナルトにとっての金言となっている白の言葉。人は大切な何かを守りたいと思ったときに、本当に強くなれるものなんです。ともリンクしていますし、つながりを大切にするアシュラケイトにぴったりな力なんじゃないでしょうか。渦巻き一族ランキング5位は渦巻きクシナ。渦の国出身で4代目火影波風湊の妻。そして主人公渦巻きナルトの母であるクシナ。おてんばでおしゃべり。さらにせっかちで負けず嫌いな性格のクシナは、興奮するとだってばねという口調が出るなど、かなりナルトに似た一面を持っています。また湊曰くナルトが好きだった桜はクシナに似ている面があり、ナルトの好みも父親譲りであることが伺えますね。そしてクシナは渦巻き一族の特徴である赤い髪を持ち、ミト曰くミトよりも赤い髪の毛なのだとか。アカデミー時代にはぽっちゃりとした体型だったクシナは、トマトとあだ名をつけられいじられていましたが、いじった生徒を髪の毛を逆立たせながらボコボコにするその姿から、赤い血潮のハバネロというあだ名がつけられます。こんな感じで赤い髪にまつわるエピソードが豊富にあるんですが、クシナ自身は赤い髪にコンプレックスを抱いていました。でも将来の夫湊がクシナの赤い髪を綺麗な髪だと褒めてくれた。その時からクシナは自分の赤い髪の毛のことが、そして何より湊のことが大好きになったわけです。クシナがコンプレックスを受け入れ、ありのままの自分でいていいんだと思えたのは湊のおかげなんですね。よきよき。さてそんなクシナの能力は渦巻き一族由来の生命力、金剛封鎖などの豊富な封印術、そしてクラマの力です。クシナはミトに次ぐクラマの2代目人中力。トビによるキュービコの葉襲来事件によってその身からクラマを引き剥がされてしまいますが、美女を抜かれてもすぐには液体ない生命力を見せてくれます。その後もしばらく事切れることなく体を張って愛する息子ナルトを守ってくれました。またナルトの精神世界でクラマに対して鎖を出していることから金剛封鎖を体得していることもわかります。さっきの考察の通り、金剛封鎖が大切なものを守ろうとする際に覚醒する能力なのだとしたら、クシナは湊の窮地に立ち会っている可能性もありますね。他にも渦巻き一族特有の封印術を豊富に扱えていたことも読み取れるため、ある一定の戦闘力を備えていることもわかります。クシナはクラマの人中力でしたが、どうやらそれほどコントロールはできていなかったようで、港外伝ではキュービチャクラによる暴走が起こっていました。その後どれほどキュービチャクラを扱えていたのかは不明ですが、憎しみを克服することで体得できるキュービチャクラモードまでには至っていないようです。とはいえ、クラマの人中力である時点で強さという観点で考えると、6位カリンとは一線を画しています。戦闘描写こそほぼないものの、カリンよりは強力であることが推察できるため、クシナを渦巻き一族ランキング5位としました。渦巻き一族ランキング4位は、渦巻きミト。初代火影千住柱間の妻であり、作中では明言されていないものの5代目火影綱手の祖母にあたる渦巻きミト。もともとは渦潮隠れの里のくの一だったミト。ことの経緯は不明ですが、この葉隠れの里に移住して柱間の妻となり、その後柱間の力となるため自らの意志で、自らの封印術で鞍馬の初代人中力となります。ミトがなぜこの葉にやってきたのか。その経緯を少し考えてみると、政略結婚的な意味合い、もしくは一族の交流の最中二人
人が恋に落ちたパターンなどが考えられますね。柱間と水戸を結婚させれば、千住と渦巻きの関係はより強固なものになりますから、政略結婚と考えるのも一つです。しかし例えば、一族交流の一環で柱間が渦潮隠れに訪れた際、水戸に恋をしてしまった。そんなひょんな出来事から二人の関係が始まったとすると、ただの政略結婚よりも素敵なエピソードですよね。さてそんな水戸は戦闘描写どころか描写自体が少ないものの、その強さを裏付ける2つの根拠があります。1、キュービチャクラモードを体得していた可能性がある。ナルトがキュービチャクラモードを体得した際、ナルトは敵の悪意を感知する能力を得ましたが、58巻にてトビは、ヒサメの情報が正しければ初代火影の妻渦巻水戸同様、ナルトは敵意を感知するまでになった。と発言しています。つまりミトもキュービチャクラモードのナルトと同様の能力を手にしていたと考えられます。キュービチャクラモードを体得していたかどうかは断言できませんが、少なくともミトは悪意を感知できるまでにはキュービチャクラを扱えていたことがわかりますね。しかしナルトがキュービチャクラを体得した際、千人モードを使用してクラマからチャクラを奪っていましたが、果たしてミトはクラマからキュービチャクラを奪えるほど強いのか。そんな疑問に答えるのが2つ目の根拠。2、額に白毫の印が刻まれている。綱手が得意とする白毫の術は常に一定のチャクラを一部に貯め続ける術で、その得得難易度はなんと最高ランクの S ランク。白毫の術によってチャクラが溜まると、額にトランプのダイヤのような模様、白毫の印が刻まれます。そしてミトにも綱手と同様の印が額に刻まれているんですよね。つまりミトは得得難易度 S ランクの白毫の術を得得できるほどの忍術センスを持ち合わせていた可能性があるわけです。もちろん額の印が白毫の術によるものかはわかりませんし、ただのタトゥーのような刻印の可能性も考えられます。しかし、綱手の祖母という設定から考えると、綱手の白毫の術も水戸経由で得得したものと考えるのが自然かなと思いますね。自然性をクシナよりもキュービチャクラを使いこなしていたことは明白であるため、水戸をクシナよりも上位の4位としました。渦巻き一族ランキング3位は、綱手。綱手は初代火影千住柱間の孫であり、木の葉隠れの伝説の3人の一人です。医療忍術の第一人者として木の葉の里に多大なる貢献をした綱手は、その功績や歴戦の戦闘力を評価され、5代目火影に就任するまでに至りました。綱手が渦巻き一族であることは作中では全く明言されていません。もちろん柱間に別の妻がいたり、水戸と結婚する前の女性の孫である可能性もありますが、原作で提示された情報だけで考えると、綱手の祖母が柱間の妻水戸であると考えるのが自然なので、渦巻きの血も入っていると仮定して紹介しますね。さて、そんな千住と渦巻きの血を持つ綱手はめちゃくちゃ強いんですが、なぜかあまり読者からは評価されていない印象です。綱手はサポート要員として超優秀な上、怠慢性能も実際活かれています。綱手の能力は主に5つ。1、怪力。人差し指だけで地割れを発生させたり、第四次臨海大戦ではただのパンチでマダラのスサノオも砕いたり、ジライアにあばら6本と両腕の骨折、複数の内臓破裂の重傷を負わせたりとあまりにもデンジャラス。マダラにも4代目雷影以上のパワーと評されており、基本的に綱手の攻撃は一撃でももろに受けたら試合終了です。2、戦術と渦巻き由来のチャクラ量と生命力。第四次臨海大戦マダラ vs 五影戦では一度マダラ一人に五影が敗北。その際綱手はマダラの大木により体が切断されてしまいましたが、戦術と渦巻きの血を持つ綱手は生き絶えませんでした。戦術由来の身体エネルギーとチャクラ量、そして渦巻き由来の生命力に加え、さらに綱手はおそらく水戸経由で得得したであろう白毫の術も使いこなします。そもそもチャクラ量が多いのに、その上大量のチャクラタンクまで持っているわけですから、綱手のスタミナは無尽蔵と言っても過言ではありません。3、創造再生によるオート再生。創造再生とは、大量のチャクラによって細胞分裂の回数を急速に早め、超人的な回復力を得る術です。柱物の体質を大量のチャクラと緻密なコントロールによって再現し、致命傷ですら立ちどころに感知する圧倒的な回復力を得られます。ただ、傷は修復できるもののダメージまで緩和できるのかは議論の余地がありそうです。19巻の3す組の戦いでは、創造再生発動後も綱手はガクガクして息も切れていたので、ダメージは完全に中和できないっぽいですね。仮にダメージが蓄積されるとしても対戦相手視点で考えると、綱手にやっとの思いで傷をつけたと思ったら、その直後に傷が回復すると戦意喪失してしまうんじゃないでしょうか。4、神経を乱す乱心症。地味な強技乱心症。19巻兜戦で使用した乱心症は神経伝達を乱し、例えば手を動かそうとすれば足が動くなど相手の動きを混乱させる術。優秀な兜は即座に攻略してみせましたが、当時の綱手は負傷していました。例えば乱心症を決めた直後、神経回路を分析される前に仕留めにかかれば敵はなすすべなく戦闘不能になるでしょう。5、活油の大怪獣口寄せ。漆骨林に生息する巨大な目くじ活油。分裂できるため物理攻撃が無効。さらに分裂した各個体での情報共有が可能。触るだけのお手軽回
回復性能。触れたら一発アウトの3の液体を吐く絶死念酸をノーモーションで使用できると超優秀。綱手と桜が白毫の術を使用して10分の1しか呼び出せないという化け物サイズなので、大怪獣バトルに対応できないキャラは基本的に活用口寄せされたら積みます。こんな感じでイカれた性能を持っている綱手。もしミトがキュービチャクラモードをナルトレベルまで使いこなしていたのなら、綱手よりもミトの方が強力でしょう。そのためミトの戦闘描写次第では3位と4位が入れ替わる可能性もありますが、原作ではそういった描写が描かれていないため、綱手を3位としました。渦巻き一族ランキング2位は長門。長門は雨隠れの里出身の忍びで渦巻き一族の特徴である赤い髪の持ち主。54巻コナン VS 飛び戦の終盤にて飛びの発言で長門が渦巻き一族の末裔であることが判明しました。幼少期、木の葉砂、岩の三大国の戦争に巻き込まれて両親を失い孤児となった長門。その後孤児の弥彦やコナンと出会い、食料もままならない状態で彼らは泥臭く必死に生き抜こうとします。そしてたまたま半蔵 VS3 人の戦場に居合わせ、予言の子を探していたジライアに修行をつけてもらうことになりました。我を忘れてリンネガンを暴走してしまうなど、精神的に未熟さが残っていた長門はジライアと触れることで次第に成長していきます。痛みを知ることで人は優しくなれる。成長とはどうするか自分で考えること。とジライアから教わった長門は、ただ弥彦とコナンを守りたい。それが長門の人道となります。しかし長門の愛情は爆弾のような危うさも抱えていて、一度導火線に火がついてしまえば取り返しのつかない方向に進みます。弥彦の死という出来事によって道を踏み外してしまった長門は、イケメン集団暁のリーダーペインとして、痛みによって世界に平和をもたらす道を歩みました。仲間を守りたいという個人的な思い、世界に平和をもたらすという弥彦の願い、両親と弥彦を失うというトラウマ。もちろんやってきたことはとんでもない犯罪ですが、そんな絶望を抱えた長門を少なくとも私は嫌いにはなれません。そんな長門の能力はやはりリンネガンでしょう。幼少期にマダラからリンネガンを移植された長門は、チャクラの全性質変化を操るのは当然として、引力や赤力を操る天道、強力な口寄せ獣を口寄せする畜生道、あらゆる忍術を吸収するガキ道、記憶を読み取り魂を引き抜く人間道、魂を食らう地獄道、あらゆるからくりを操る修羅道、生死を司る下道など、まさに神の所業とも呼べる陸道の術も使用可能。長門がリンネガンを開眼したわけではないためか、リンネガンの固有道術が宿ることはありませんでしたが、それでもリンネガン体得者は別次元。ジライアに勝利したことからも同じ伝説の3人綱手との力関係も一目瞭然です。仮にミトがナルトと同レベルにキュービチャクラモードを使用していたのだとしても、江戸天聖の長門は B、江戸天聖のイタチ込みでキュービチャクラモードのナルトと戦っています。キュービチャクラモードとはいえども、最強の人中力 B とデバフのないイタチと共に戦ってようやく長門に勝てるくらいですから、ミト小なり長門であるのも明白ですね。見事長門が渦巻き一族ランキング2位に輝きました。さあ残るは1位のみとなりました。とその前に今回の動画面白かったよ。他のランキング動画もアップしてほしいと思った方は高評価だけワンタップで応援お願いします。渦巻き一族ランキング1位は渦巻きナルト。ナルトは言わずもがな4代目をかけた三風湊と渦巻きクシナの息子ですね。実際ナルトは渦巻き一族の恩恵をそれほど受けてはいません。チャクラ量こそ多いものの、クシナの混合封鎖や封印術も使用しませんし、カリンのような治癒力や感知力も持っていません。さらに髪の毛は黄色と渦巻き一族の赤髪が現れておらず、さらに黄色い髪と青い瞳はどちらかといえば、湊の身体的特徴を色濃く受け継いでいるナルト。イメージですが、渦巻き一族の遺伝子ってめちゃくちゃ強そうじゃないですか。何代にもわたって赤髪という身体的特徴が現れているわけですから、渦巻き一族の赤髪という特徴は生物の授業で登場したメンデルの法則でいうところの優性遺伝子なんじゃないかと。でもその強い遺伝子を抑えて湊の特徴が現れているわけですよね。湊は無血統の天才と言われていますけど、もしかしたら渦巻きの遺伝子を抑え込むだけの強烈な血筋を持っているのかもしれません。さて、ナルトは両親からの英雄になってほしいという願いとともに、クラマの3代目人中力となります。クラマの膨大なチャクラに体が耐えられているのはやはり渦巻き一族の恩恵でしょうね。その後ナルトはキュービチャクラモードはもちろん、クラマと完全に和解して得得したクラマモードも体得。さらには陸道仙人の息子アシュラの転生者であるナルトは全美獣の力を受け継ぎ陸道仙人からも認められ、陸道仙人モードをも使用するに至ります。陸道仙人モードの能力は1、陸道マダラと戦えるだけの反応速度や感知力。2、
チャクラ量が大幅アップ。3、陸道戦術を使用。4、血形限界を含めた全美獣の力を使用。5、浮遊。6、養豚の櫛。7、駆動玉の使用と破格。その実力は作中最強格の陸道マダラ大筒かぐやと戦えるレベルですから、ナルトが作中最強クラスであることは疑いようもないでしょう。見事ナルトが渦巻き一族ランキング1位に輝きました。というわけで最後までご視聴いただき、一爆転生